大丈夫。はい、今日はですね、メロディーフェイクのやり方、こちらについてね、シェア発表しようと思います。待ってました。はい。いや、別に誰も待ってないんですけど、ジャズのね、ジャズじゃなくても、何でもそうなんですけど、ちょっと楽譜通りにバババババってこう吹いても、かっこよくならないなっていう経験はないでしょうか。現にジャズミュージシャンとかは特になんですけど、こう書かれてるメロディーラインをそのまま、吹かないわけですね。こうなんかこうバーってこうなんか色つけてね、吹くんですけど、そういうねやり方っていうことでね、これねもうね言っちゃうとぶっちゃけセンスなんですよね。でもはい終了じゃなくてセンスっていうか、やっぱりこういかに音楽をむっちゃ聴いてるかっていうか、そういうちょっと理屈じゃない部分ってあるんですけど、理屈じゃない感覚の部分もあるんで、それはやっぱり鍛えられるもんなんですよ。結構鍛えられないもんって思ってる人いると思うんですけど、別に天才秀才ができるもんじゃなくて鍛えられる部分なんで、それはねどうやって鍛えるかって言ったら、やっぱ音楽を死ぬほど聴くっていうことがこれ大事なんですけど、それはさておき、じゃあメロディーフェイクの方法ということでね、今回は枯葉の最初の8小節をちょっと題材にして説明していこうかななんて思ってるんですけれども、いかがでしょうか。はい、ということで、はい、じゃあ枯葉の8小節の部分を若干ちょっとこう深掘りしていこうと思うんですけど、これはアルトのキーなんですよね。じゃあ私メインアルトなんで、ちょっとアルトでちょっと喋るんですけど、緑の部分は G メジャースケール、ピンクの部分は E マイナーの、スケールの音、その中からちょっとこう音足してこう遊べるというかね、こうメロディーフェイクができるというような、理屈なんですけど、でなんでこのスケールが選ばれたのかっていうと、緑の部分は G メジャーの251だから、キーは、G になるんですね。でここのピンクの部分はE マイナーの251になるんで、ここの部分のキーは、E マイナーになるんですよね。で、音はどこに入れるかって言ったら、もうこの白丸の部分になんかちょっとチラチラっとこの G メジャーのスケールの音の中からなんかちょっといい感じのを選んでバーっと入れていくみたいな、感じになるんですけど、そこはねまたちょっと後で含んでちょっとねチャンネルはそのままということで、ちょっと聞いていただければなって。今回は枯葉を、選びましたけれども、大体の、曲って、大体こういう理屈で、メロディーフェイク、していくんじゃないのかなって、思いますね。で、これ、メロディーフェイクって言ってますけど、結局はこれ、メロディーこういろいろ遊んでいくうちにだんだんこう、アドリブの練習にもなっていくと思うんで、これもね、一石二鳥なわけですよね。はい、では、ちょっと早速吹いていこうかと思います。では、どうぞ。はい、お待たせ。ちょっと待って。はい、お待ち。じゃあ、早速吹いてみようと思います。これね、ちょっと枯葉の楽譜出しましょう。はい、こんな感じです。まずメロディーフェイクの時は、こう、リズムをこう崩して吹くってこと。これ、ジャズの本って大体こういう感じで書いてたりするんですよ。スタンダードブックみたいな。でもジャズミュージシャンは絶対こうやって吹かないんですよね。だからこのまま吹いてしまうと違うじゃないですか。もっとちょっときついこと言ったら、こうやって吹けてしまうんやったらまだちょっとジャズのグルーブって分かってないと思うんですよね。これジャズってこういうバンスっていう感じよなみたいな感じで思ってたら、
絶対今みたいな感じで吹けないと思うんですよ。だから歯がゆなるっていうか、なんていうの、みたいな感じになってしまうんで、例えばなんですけど、つたたたらーたたたたダダダダーとか、なんかこうね、なんかリズムを変えるっていうか、でこのリズムを崩す方法っていうか、これももうなんか音楽を聴くしかないんですよ。これね、音楽の鉄則なんですけど、これ音楽聴かないとやっぱ音楽上達しないですよね。知らないものを再現するのは難しいんで、ちょっと聞いてほしいんですけど、でその聞くっていうのも、ちなみにこれ言うと、なんかこう運転しながらファーって BGM 的に聞くんじゃなくて、もっとこう深掘りして聞いてほしいんですよね。例えば枯葉だったら、この録音はつったーだったらーって言ってんなみたいな。でもこの録音だったらダラッダラーって言ってんなとか、この辺の研究とかもするべきやと思いますね。リズム崩すってなったら、こういう風に崩すよねみたいなのがないんで、型にはまってこうやってしまうっていうのは、これちょっとできないんで、ちょっとね、いろいろ聞いて、ちょっと研究してみてください。なんかもうちょっとこれ聞くしかない。もうここ感覚なんでね。はい。ということで。で、次に、リズム崩すだけじゃなくって、音を足す。なんか、ミファソドレドシラは知らんけど、なんかそういう風にね、あると思うんですけど、それは、ちょっと、ちらっと説明しましたけれど、こんな感じで、はい。こう緑のところが G メジャースケールの音が使えて、下の方は E マイナーのスケールが使えるんで、その、スケールの音の中から、こう、何かこうね、こうピックアップして、バババババってなんかこう音ペロペロペロってね、ペロペロペロってちょっと、ちょっと音足していくっていう感じですね。E マイナーのスケールってなってるんですけど、これはマイナーってスケール3つくらいあるんで、よく頻繁に出る、ハーモニックマイナーをね、今回ここでは紹介しようかなというふうに思うんですけど、ダラダッダーってこう白丸で音伸ばすとこあるじゃないですか。そこでちょっとなんかペロペロって足すくらいで、OK だと思います。で、だんだん足していくうちに、こうだんだんメロディーフェイクやったんが、だんだんこうね、なんかアドリブに発展するみたいなところまでいくと、これも一種のね、アドリブの練習方法やと思うんで、いいんじゃないかなという感じで、ちょっとね、やってみようと思います。なんていうの、楽譜通りに吹いた後、だんだんちょっとこう、メロディーフェイクをこう、ね、回数を重ねるごとに、メロディーフェイクがこう激しなってって、わーってなって、だんだんアドリブになっていくみたいな、なんかそういう感じのことをちょっとやってみようかなって、思ってます。はい。
ろもあるんですけど、今やった時に、私微妙やったやつとかあるじゃないですか。これでもね、練習の時に、なんか、すごい、失敗したみたいなこととか、やらないと上達しないんですよね。これ結構ビビってる人いると思うんですよ。これまだみんなはいいと思いますよ。これね、やったとしても、一人じゃないですか。これ、だって私これ、めっちゃ、みたいなやつ、全世界に発信してるわけですからね。なんか、ミスってるあいつみたいになるわけですから、全然そんなんで、練習の時に、一人でやってる時に、なんかミスったなって思いながらも、いろいろやってみることが、やっぱ大事なんですよね。あとはもう、なんか、これね、なんていうんですかね、いろんな、枯葉の、やつを聞いて、この録音では、こういう風にやってるとか、そういうのを、いろいろ研究して、パクること。だって、モノマネって一番上手になるんですよ、これ。何でもそうやと思うんですよ。音楽に関しては、これは確実なんですけど、わからんけど、スポーツとかもそうなんじゃないですかね。知らんけど。でも、やっぱ、モノマネ上手な人って上達するんですよね。上達が早い。すごい上手になるかって言ったら、ここはもう努力やと思うけど、上達のスピードはやっぱりモノマネする人が早いんですよね。と、あとは、もう、ダサくてもやってみることなんですよね。全然やっぱ、試さないと、やっぱ、ね、わからないんでね、試した結果ちょっとダサなったみたいな、ダサいなっていうのを知ることも、これは大事なんで、はい。ぜひね、皆さんちょっとやっていただけたらいいんじゃないかということでね、現場からは以上です。はい。いかがでしたでしょうか。どうですかね。アドリブを、初めにやるときに、1音ずつアドリブしていくみたいな、1音だけでアドリブしていくっていう方法を、私はそれを、推奨はしていますけれども、これなんで推奨してるかって言ったら、これが私にあったからなんですよね。でも、もしかすると、これはメロディーフェイクをやっていって、そっからアドリブにつなげていくっていうパターンが合うっていう人もいると思うんですよね。で、これは、じゃあ自分はどういうタイプで練習していったらいいかって言ったら、それはもうね、もうわからないんですよ、誰にも。これも自分もわからないと思うんですけど、他人もわからないんですよね。だから、結構、アドリブできないんですけど、とか、言ってる人いるんですけど、圧倒的に、試してる回数が少ないように思うんですよね。これ、できないっていうか、やってないんですよね、これ結構。で、最初から、もうすごいメロディーを、アドリブのこのフレーズを紡げる人なんて、ほぼいないと思うんですよ。それある程度、変やなって思いながら、こんな感じかなってみんなやっていくと思うんですけど、それって2、3回やったら、かっこいいフレーズができるような、そのコツがつかめるって、そんなはずはないんですよね。でね、もうね、ちょっとこれは、もうあとは、もう、これもやるしかないんですよね。もう試行錯誤っていうか、試行錯誤みたいなのがやっぱ大事なんですよね。要は慣れですね。慣れですね。慣れたら何でもできるようになるじゃないですか。そんなもんやと思うんで、ちょっと何回かチャレンジしてみてください。はい。そんな感じです。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。この動画が面白かったかなこの動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。ブイボー。